でか今は負けじゃないでか夢の途中だい今は舞う時 Do it みんなで歌うぜでか力みなぎるでかみんなでシャウトじゃん演じる組め演じる世界分へってくそだってリーゼンと乱れる中に浮かみ乱れるおしゃれすってパワーいるねあがしょね雰囲気で、yeah、もうほとんど信じなんですSay happy happy の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  happy でじゃあ You 異性の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 異性でジャンプやればできるじゃんが始まりだが派手に着飾れシェキさらに舞う時 Do it みんなで歌おうぜだがもう止められないだが美しくなれ雑誌打ってきたしふたで Do it 間違えたって違うや限りある現実は現実信じるって愛の先さ信じて言いたけれど10年後へもいるんですさあ Happy な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  Happy だがわしょいの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 やればできるじゃんやればできるじゃん OK 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 雰囲気で、yeah、もうほとんど信じなんです Happy Happy の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  Happy でじゃあ You 異性の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 異性でジャンプやればできるじゃんHappy の 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 Happy みたいがわしょいの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 わしょいでジャンプやればできるじゃんやればできるじゃん OK OK OKハロステ、今回のお相手はジュースジュースの段原ルルとお茶の間のキルルン久保田七海です。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。私たちのオフショットをご覧いただきながら最近の出来事についてお話ししていきます。私の写真はこちらです。かわいいこれは地元が広島なんですけど、広島から新幹線で東京に戻るときにいつも、だいたいお母さんがホームまで送ってくれるんですね。入場券を買ってわざわざホームまで来てくれて、来てくれるときは家族総出で3人で来てくれるときもあるんですが、本当に結構すぐ会えるよっていうときも
なんかもうなかなか会えませんみたいな別れをいつもしててお母さんは走って追いかけてくれるんですけど、すごい。発車して、はい。バイバイって私は新幹線の中から手を振るんですけどお母さん結構ギリギリまで走ってガチのやつですか？うん割とガチで走って見えなくなるまで走って追いかけてくれるっていう段原家のいつもの写真の一部をお届けしました。素敵です。めっちゃ可愛い。また2月に、今月にまたすぐ会えるんですけど、はい。なんか一生の別れみたいな感じで今回もお別れしてきました。優しい家族に。そうですよね。なかなか広島遠いので、そう大変ですね。そうなんです。いつもだからこの新幹線シリーズの写真が私はこの仕事始めて今12、3年はい。やってるのでこのシリーズの写真がいっぱいあって一番キンキンなやつを今お見せしているんですけど、なかなか世に出すタイミングはいつもなかなかないので、今回はハロステで披露っていう感じで嬉しい。見れていつもこんなお別れをしております。はい。はい、そして続いて私久保田の写真はこちらです。はい、こちらはですね、今ハロープロジェクトコンサートやってるじゃないですか。結構空き時間が思ったよりなんか2時間とかある日あるじゃないですか。なのでうちのTikTok を頑張ろうということで、こちらの TikTok を頑張って撮影してすごいこれ、はい、見たかもこの TikTok。 あ、本当ですか？ありがとうございます。楽屋がお茶ダムの楽屋が汚すぎてお隣のロージークロニクルの楽屋を借りてなるほどロージークロニクルの村越彩菜ちゃんに本当だね撮っていただいてるっていう写真で、すごいいいね。ロコちゃんの倒れ込む感じもいいですね。そうなんです。ロージーさんのマネージャーさんが撮ってくださり、そうだったんだ。芸術的な写真。わあ、すごいいいタイミングで。あと私一つ夢があって、TikTok といえばなんですけど、私ジュースジュースさんのモレミアモーレの大ファン、ありがとうございます。何度かやってくれてるのは見ました。本当に大ファンなので、いつかジュースジュースさん全員とモレミアモーレの TikTok を撮りたいなっていう。撮ろうもう V の頂点で撮ろう。いいですか？全然やりましょう。ちょっとセンターで踊ってみたいなっていう。やろう。いいですか？このハロコン期間にぜひやりましょう。今日はもうこれを言うために来ました。そうだったんだ。よかった。でもこの後もね2人でMC やっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。お願いします。ハロステ。続いてはハロープロジェクトの各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けしていきます。じゃあやっていきましょう。ドア玉もやっちゃう？はい。あーまでやってください。はい。落ちる涙は透明な血よ。お、超いい。なんか、2パターンほあって、何？なんていうやつかは知らないんですけど、名前が。どういうパターン？透明とかを、透明じゃなくて、しゃくる？なんかやってるのがあるんですよ。そのパターンでもう一回撮ってみよう。はい、透明だけ。そう、透明の、はい。そこだけやるっていう。はい。落ちる涙は透明な血よ。やっぱこっちの方がいいね。はい。この曲はデビューシングルの「ウブとズル」とちょっと似てるなと思って、ロージークロニクルっていうグループ名にもちなんでバラとかトゲとかも今回入ってるので、すごく本当にウブとズルに似た感じの怪しげないい曲なんじゃないかなって思います。ゴシック系の曲調をロージークロニクルで、ロージークロニクルっていうグループ名でもあるのでやりたいと思っていて、表題曲ではないんですけどバラより美しい人生とかもちょっとその風味があったり、
ゴシック系でビジュアル系でバンド的な雰囲気もありつつ、ストリングスなどでこう壮大で草原でこう優美な感じみたいな曲を作りたくて、星部さんに、お願いしてこの曲ができたっていう感じです。サビは分けて取ります。愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー、赤と黒が混ざる心をお休み、愛おしくて恨めし、そのミザリー4連発やろうかな。はい。満たされても満たせないジレンマ、愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー、愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー。滑舌がむずいですが、はい。めっちゃはっきり言いたいです。はい。ミの裏声が切ないというより割と力強いというか、なんか強さがある裏声にしたいな。はい。あとタッカ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 の手をやっぱつけた方がいいな。はい。満たされても満たせないジレンマ、愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー、愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー。お、いけました。クールなかっこいいというより、好きすぎてしょうがなくてこうもどかしさとかその苦しさとか、まあタイトルもそうなんですけど、このサビってこう愛おしくて恨めしくてとか麗しくて苦しくてとか大嫌い大好きとか、こう逆のこと、自分の心の中がこう行ったり来たりする様子がすごく出てる歌詞なので、その苦しさとかを表現できるように、みんなには伝えました。愛の天秤釣り合わぬままやる。はい。地声ですよね。地声です。はい。麗しくて苦しくてミザリー、大嫌い大好き大嫌い大好き、愛の天秤釣り合わぬまま。声量はもう割と出てるので、なんか声量というより、だから自分の気持ちがさ、そう好きになったのか嫌いなのか、こうあっち行ったりこっち行ったりしてるってことじゃん。はい。そんぐらい好きでしょうがないんだっていう、なんかその気持ちと苦しさみたいなのがここにめっちゃ出てほしい。はい。愛の天秤釣り合わぬまま。お、これもいい。ミザリーっていうフレーズのセリフが結構あって、そういうセリフをやったことがなかったので、歌詞の意味とかで合わせながら、ここは苦しく言った方がいいのかなとか、ちゃんと家で研究したり、あと結構高めの曲なので、ちゃんと声出るか心配だったんですけど、思い切り出して結構いい結果になったんじゃないかなって思います。落ちサビやる？はい。愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー、赤と黒が混ざる心。なんかまあ落とし加減は人によってでいいんだけど、なんか狙いはその他のサビはさ、愛おしくて恨めしくてミザリーとかいう歌詞をさ、もう本当に強めにさ、こう必死にさ、私はこんなに辛いんだってな、苦しそうに歌ってほしかったんだけど、ここは苦しそうは苦しそうでも、なんかうわーっていうより、こうそこに切なさとか悲しさも入っててほしいというか、だからなんか抑えてもなんか可愛らしくなったり、こうなんていうの、薄くなりすぎるというよりは、落としてもなんかこう悲しさはより入ってほしいって感じ。はい。愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー。悲しくなりながらもどこかちょっとこう怒り成分はちょっとあるっていうか、こうただ泣いてるだけじゃないっていうか、この苦しさとか怒り成分もある人がいいな。愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー。この方向だと思う。この表現のまま滑舌をはっきりしてもう一回やってみよう。はい。
愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー。一発目から声の強さと鋭さがすごいハマってて、なんかいい歌取れそうだなって。なんかニュアンスの付け方が本当にこう上手くて、今日で言うとだから落ちサビの1行目はちょっとこう落としてるけど、2行目からはもうちょい怒り成分入れてみてとか、細かいニュアンスまでつけるのがすごい上手い。へいらっしゃいとか夏の稲妻とかみたいな、ああいう繊細なニュアンスもすごいできる子ですね。A メロからやっていきましょうね。この5行やろうか。はい。今力がらの恋、禁断のバラを摘み、逃げるようにたどる楽園、茨の道を行く。指先のトゲよりも君の言葉が刺さる。愛されてる確信が持てないまま。ロージの中でもこう一番こうバランスよく上手にこなす子なんで、いつも音源もちゃんと聴いてきますし、ライブでの完成度も高い子なんで、基本はできてるけど、その上での味付けが、最近どんどん良くなってるんですけど、こう薄くなりがちというか、こう無難になりがちなことが多いので、特にこの曲はなんか無難に歌ったら多分全然良さが出ないので、そのいい意味で苦しさみたいのを表現できるようにこうやり取りしましたね。で最終的にすごいいい苦しさとかが表現できてたと思います。愛されてる確信が持てないまま。 OK。 はい。A メロ B メロは結構音が低いんですけど、私はちょっと低い音が苦手で、どちらかというと高い音の方が得意なので、まず低い音をなんて言うんだろう、ちゃんと下がるように練習したのと、あとリズムがもうずっとタッカ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 って入ってるので、その棒にならないようにずっとこう手で取りながらこう跳ねるような感じで、けどこう低いけどこう低くて棒みたいな歌にならないようにしっかりな感情を込めてなんか歌いましたこれ燃え上がるの全部地声ですか？感想から盛り上がってはい、ここもよりもう一個なんか圧をかけてから落ちサビに落としたいから、ここはね、しかも燃え上がってるから地声でいい気がする。地声、はい。ふざらいちぐはだからこそ燃え上がるの。いいよ。ルが一番強く聞こえるんだけど、今燃え上がるのがそれに負けないでほしいです。の、はい。同じ強さが続くイメージで。の、はい。ふざらいちぐはだからこそ燃え上がるの。お、今ののいい。来た。いやサビです。満たされても満たせないジレンマ。愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー。愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー。いいよ。もうなんか基本的なことはできてるから、あとはなんかもう好きでしょうがないみたいな気持ちがサビなんで特に溢れてほしい。はい。満たされても満たせないジレンマ。愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー。愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦しくてミザリー。これにします。はい。この今回のレコーディングでなんか今まで以上にその課題、それこそ切るところだったりだとか、もうちょっとなんか感情を込められて歌えたんじゃないかなって思うところもあったので、そういうところはこれから意識して頑張りたいなって思いますし、サードシングルということでなんかロージークロニクルの新たな一面とかをパフォーマンスで見せられたらいいなって思います。じゃあ 2A の左回りからつけていたいの2行やろうかな。はい。左回りの時計、幸せの迷宮で永遠の
甘い夜にふけていたい。甘いがまだちょっと甘いかな。ほんとどこも埋もれてほしくない？はい。言葉によって多分言いやすい言葉と言いにくい言葉あると思うけど、どこも一緒ぐらい強くしたい。強いっていうか鋭くしたいな。はい。A メロとか B メロは音程が低いんですけど、低いけどピッチをとか滑舌をはっきりして歌わないとこう響かない歌詞なので、なんていうんだ、できるだけ歌詞を鋭くして相手に伝えれるように歌いました。サビ、これこそほんと全言葉滑舌よくはい鋭くはい固くいきたいです、はい。満たされても満たせないジレンマ。愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦労しくてミザリー。愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦労しくてミザリー。じゃあこれ取れました。はい。じゃあ愛の天秤釣り合わぬままやろうかな。はい。まあキャラクター的なこともあってこう可愛い系が得意だと思われがちなんですけど、こう意外にこう強めかっこいいめというかこう強め暗め系も意外に得意で、声量も低いとこはあんまり出にくいんですけど、こう強く張ったとこはすごく声量も出ますしパワー感出るので、だからこの曲もすごいハマっててすごい良かったと思います。麗しくて苦労しくてミザリー、大嫌い大好き大嫌い大好き、愛の天秤釣り合わぬまま。そう長さはそういうことでございます、でもうソロですので絶対はい。ニュアンス勝負ですね。はい。釣り合わぬままはなんか単純に言葉が丸くつながりがちなのをはっきりめに全部言ってほしい、はい。で特に最後の「ま」で伸ばしてるとこが一番大事じゃん。はい。そこが気持ちが入ってほしいというかニュアンスが入ってほしい。はい。愛おしくて恨めしくてミザリー、麗しくて苦労しくてミザリー、赤と黒が混ざる心。オッケー。高音でわーっていくところは、いけたりするんですけど、その時の抜きのニュアンスとかがまだこうちゃんとできてないなと思うので、こう音は出せても曲の雰囲気に合うニュアンスの歌い方にするっていうのと、やっぱり低音は出しにくいので低音が出せるようにもっと練習したいなって思います。難しいけどこう自分なりに歌い方を出したり個性を出せるように歌えたので、この曲が完成したり自分のパートがもらえた時はもうちょっと練習して頑張りたいと思います。この楽曲は冬のハロープロジェクトコンサートでも披露されていて、ロージークロニクルとこの曲の相性めちゃくちゃいいなって。いやいいですよね。なんか衣装とかも含めてすごいメンバーの魅力が出ているなぁと感じながらいつも見ていますが、なんか好きなポイントありますか？私は感想明けとかにある小野田かりんちゃんのミザリー、いいよね。もうこれが好きすぎてやりたいよね。やりたいですこのミザリーをお茶でやるなら誰が担当するかっていうのも勝手に争ったりしてもう決めてるんですけどなるほど、はい、ロージーの子にこのミザリーの意味ってどういう意味とか聞いて、哀れなとかそういう意味だよって教えてもらったので、もう歌詞の意味まで理解しちゃったということで、そうか、いつでもカバーできます。見たいそうですね。でもなんかこの路線のロージークロニクルの曲何曲かあると思うんですけど、なんかこのちっちゃい結構可愛い系のね曲も、今ガウガウガウしちゃってるけどガウガウガウとかそういう楽曲ももちろんすごい似合うけど、こういう大人っぽいちょっとその哀れなとか、そういう系の嫉妬っぽい感情を歌うロージークロニクルもめっちゃいいなっていつも思ってて、好きな曲何曲かあるんですけど、ジュースジュースでもねこうカバーしたい曲何曲かあって、ちょっと一緒に話し合いに混ざりたいなって思いました。ぜひはい、ありがとうございます。ハロステ、もう一本ハロカミをご覧いただきます。
ハロプロ研修生の新曲バブってらんない夢があるのレッスンの様子をご覧ください。おこちゃまちゃましないでやだてかそこそこ大人だからねえ聞いてるちょっと聞いてるちょっと信じよう振り付け出していくよ。イエーイ。お願いします。今回はちょっとコミカルで面白い感じの反抗期みたいな子のお話で、面白い系の曲とかをパフォーマンスする機会がなかったので緊張しました。皆さんハロでやってみていかがでしたか？オープニングアクト。初披露だったので、なんかもう本当に本当に厳しい、めっちゃ厳しかったよ。何が厳しかったの？もうスパルタレッスンしました。誰が厳しかったの？あんたもだよ。誰が？角度揃えるために動画撮ったりしました。なるほど。名古屋どうだったの？名古屋は美容名古屋の先生がうるさかったもんね。電話とかしてくださってありがたかったんですけど、美容師さんが？でナイさんがなんか列とかここはこうの方ぶつかりそうでヒヤヒヤしてたよとかいろんなことを教えてくださって、そこをみんなで確認しました。で、そしたらできたの？できなかったの？できました。で、教えていただいたところを直せたってはどうだった？自分たちでそこに気づかなかった点と気づいた点があると思なんか横ってやってる側って結構やっぱやってる時に全員集中しちゃって横見えなかったりとかもあるんですけど、でもリハーサルの時に自分たちも客席で見ることがあって、意外と客席で見たら、そのやってる側よりも気づくことがやっぱたくさんあったので、繰り返しがでしたけど、やっぱカメラで撮るのいいなって今思って、次やろうと思いました。なるほど。映像で撮っていただいた時に多分さ、映像を見ちゃう時にさ、揃ってる揃ってないとかさ、自分が何してるぐらいで終わっちゃうじゃん。だけどこの先の列ってどうなってんだろうってちょっとなんかよくわかんないけど、画像だからこうやってやったって別に見えないんだけどさ、なんだけどそこをちょっと気にして、ここ揃ってたよねとか、このラインの感覚が綺麗だよねって、なんかそれは自分たちももう少しね、費やせるといいですね。はい。根本 3.5、鈴木3番 2.5、上手がれてます。今回初めてオリジナル曲で最初すごく嬉しくてどんな曲やるんだろうって思ったら結構ロックな曲でダンスとかも結構なんかパッパッ感じでなんか止めたりするところが多くてどういう世界観を作ったら面白くなるかなとかっていうのを家で考えたりしてて歌詞がすごい自分に合った曲なので普段思ってることとかを歌詞に乗せてお客さんにお届けしたいなって思いました。おこちゃましないでやだそれなそこ大人だからそれなねえ聞いてるそれなちゃんと聞いてるワンツースリーフォーそれなとこさ邪魔しないでやだそれな外大人だからそれなねえ聞いてるそれなちゃんと聞いてるワンツースリーフォーチャカチャカチャカしないでやだそれなタラ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 2個目で参りそれなねえ聞いてるそれなちゃんと聞いてるでワンツースリーフォーそのままさワンツースリーフォーギュッと寄ってくださいはいそれぞれのポーズください超見くびてない青木と宮崎は外向きたい高め前の人が低めそのままそういったままワンツースリーフォーで立つスリーフォー超見くびてないなりましたはい早いよ超見くびてないダラララダダダラララダダなので一回後ろっていうより上にアップしながら斜め上ぐらいまでじゃん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 ちっちゃくていいもう一回いくよ丸の方超見くびてないダラララダダダラララダダすごい速いし追いつけないなって思った部分も
あったんですけど、私たちの曲なので突き詰めてしっかりと踊ったり、反抗期っていうテーマなので私たちの年齢からして結構ぴったりな時期なので、気持ちとかをダンスに込めて踊りたいなって思いました。釈迦の方にアクセントが欲しいからちょっと当てる感じ。回ってうんたんうんたんドンドンうんたん同じ。はい、せーの。はい、回ってうんたんダラララタタ。オッケー。失礼しちゃうわ、言わせてほしいわ。回転しない。回転しないの。半分に分かれてる。はい、これ同時に前から。5、6、せーの。はい、失礼しちゃうわ、言わせてほしいわ。ダメだよ。このまま。はい。大丈夫ですか？そのままでいい？はい。私こんなんでしょ。タラララララタラララララそれなタララ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 ラそれなでしゃがむ。見えてる？あれな、ちゃんと見えてる？私がこの時で1番で歌ってます。0.5。タララタンタラタラタラちゃんと見えてる？タン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 でマイク。はい。マイクをちょうだい。ズン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 。成績に響いちゃう。分かった？はい。そこまで大丈夫ですか？はい。はい、じゃあ一回音でやりましょう。反抗期の曲って歌の先生から言われたんですけど、その反抗期っていうのは自分ではまだ来てなくて、あんまりしてなかったので、今度は自分が知らない世界でも自分で作り上げていけるような世界観を作っていきたいなって思いました。新しく倍一が変わっても前回の立ち位置に移動しようとしてしまったり、追加された振りじゃなくて元々の振りで踊ろうとしてしまったりしたんですけど、新しく追加された振りでは2人で踊ったり、2人でどういう風に踊るか考えたりしながら自分たちで決めるというところがあったので、自分たちをお客さんにたくさん見せれるように頑張りたいと思います。体でギターをするっていうことをオーディションで決めたんですけど、それでなんか「吉田いいね!」って言ってもらえたので、ちょっと自信を持ってもうバキバキに踊りました。で杉原芽衣さんと一緒なので、もう2人で一つみたいな感じですごい見てて感想なんでうわーって盛り上がる気持ちをもっと高めて感想を踊りましょう。イエーイイエーイ。5、6、A メロ好きだけじゃ飲んだり僕も承知でただらせてくれよ将来勇気もあるのにどうしてああしろこうしろ私のためでタラララタラララララタララララそれなタラララララそれなっていう部分がもともと音源で流れてたんですけど、14人になってからそこも自分たちの声が入るので、そこの違いを見せたいなって思います。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっとは信じてよ。全員前行こう。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっとは信じてよ。で、それで A さん B さんでさ、ペアペアができるじゃん。石川がそこにいるはず。石川と。で、そこで何かをちゃんと考えてくるのが今回の仕事。宿題。今まで自分だけのフリーって自分だけで考えられるから結構
自由にできるんですけど、やっぱ2人ってなるとそれぞれの意見もあったり、なんかもっと振りの幅が大きくなるので、そこをもうちょっといろいろ本番までにたくさん考えれたらなと思います。前回愛知公演の時は1人でラッサビとかを踊ってたんですけど、今回は2人でペアになって踊るってなったから、そこをその2人の中でどう表現したりしていくのかをちょっとめっちゃ考えて、そのパフォーマンスしたいと思います。自分の手で引き受けるよ、だってもうバグバグじゃないの。振りはもう渡しているので上手くなってるはずだと私は思ってるので、メリハリと面白さとかっこよさがちゃんと融合するように、それなーとか表情つけてくれてる人いっぱいで増えてきてるから、みんなも他の人たちもどんどん表情つけていかないと歌の面白さが出てこないから、そこに乗っけてほしいし、遊びながら楽しい心を持ちながら自分たちのパフォーマンスをしてください。で、決めるとこはしっかり決める。で、今できることを精一杯思いっきり盛り上げるつもりで踊ってみてください。はい、歌の先生からもダンスの先生からもその表情のことを今日よく言ってくださったので、その表情を豊かに表現できるように頑張りたいなって思います。ダンスが変わったから、そのダンスに気を取られちゃって、その歌がちゃんと歌えなかったりしちゃった部分があったので、その3月の研修生発表会の時にはどっちも同じくらいパフォーマンス力を上げられたらいいなって思います。私が意識したいのは、牧先生から教えていただいた表情と、あとはお客さんがそれなとか言いたくなるような踊りを表情で遊んだりしていいよっていう風に言っていただいてるので、自分が今まで踊ってきた曲の中にないような表情を考えたいなって思います。演技の良さとか勢いとかっていうのはあるけど、それが今ちょっと雑なのね。なのでそれを整えていきたいので、もう一回自分の倍を確認すること、歌の確認をすることをしてきてください。で、それぞれのペアの人たちは何をするか。お遊びではないが、みんなが見て楽しくなるようなことをしてほしい。言ってることがあるね。みんながそれを見て、一緒に盛り上がりたいなって思うことを考えていきましょう。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ハロプロ研修生バブってらんない夢があるのレッスンをご覧いただきました。なんかセリフがねたくさんある曲で、とっても可愛らしくて、なんか私的にはカントリーガールズっぽいなって曲調思いました。なんか今までのハロプロ研修生楽曲とは、また全然違った、なんか新しい感じの曲調だなと思いましたし、これもハロープロジェクトコンサートで今回披露していて、楽屋が隣だったんですけど、お茶の間みんなでなんか演技の練習してるんだけどみたいな。っていうぐらいディレクターさんとずっとセリフの練習をしててそうだったんだ。で本番始まって、これの練習してたんだってなるぐらい、このみんなセリフにすごい時間を費やして練習してたので、なんかもうめちゃめちゃみんなセリフ上手で、なんかかっこよくて、本当になんかこのタイトルがねバブってらんない夢があるっていうことでしたけど、なんかちょっと背伸びしたというか、大人っぽいとはまた違うような、ちょっと大人ぶってる感じのセリフがとっても可愛らしくて、またね、この14人バージョンでのパフォーマンスもあるとのことなので、とても楽しみです。はい、バブってらんない夢があるの14人バージョンのパフォーマンスはハロープロジェクト研修生発表会2026 3月春風で披露する予定です。お茶の間もゲストで出演させていただきますので、ぜひお越しください。先日発表させていただきました。私、高瀬くるみは今年のビヨーンズの春ツアーをもちまして、ビヨーンズ雨の森川海及びハロープロジェクトを卒業させていただくことになりました。このハロープロジェクトという場所、そしてビヨーンズというグループでたくさんの自信を私はいただいたので、その自信を胸に一人の人間として、高瀬くるみとしてもっといろんなことに挑戦してみたい、いろんなお仕事をしてみたい、
そう思って卒業を決めました。卒業後も芸能のお仕事を続けていきます。ここで培ったもの、学んだものを活かして、たくさんのお仕事をしていけたらと思っていますし、新たなことにも挑戦して、また自分の可能性を広げていけるように、そしてですね、お世話になったハロープロジェクト、そして大好きなビヨーンズの新たな入り口になれるように精一杯活動していけたらと思っております。まずは卒業までの時間、そして卒業後の時間も、応援していただけたら嬉しいなと思います。これからもビヨーンズ、ハロープロジェクト、そして高瀬くるみの応援をどうぞよろしくお願いします。ここからはハロー SNS チェック。ハロープロジェクトではブログをはじめインスタグラム、TikTok など SNS を通じていろいろな発信をしています。私たち MC の最近の投稿の中から気になるものをピックアップ、本人に詳細を解説してもらおうと思います。まずは久保田七海ちゃんの SNS チェックです。はい。1月23日のインスタグラムです。はい。天才カメラマン北原桃ちゃん、ありがとう。はい。めちゃめちゃ可愛いありがとうございます。写真、クマっぽい熊ですヘアアレンジをしてますけども、ももちゃんが写真撮るのが上手。はい、うちの北原桃ちゃんはもう本当にカメラのプロで、いつも携帯、北原桃ちゃんの携帯でメンバーとかの可愛い写真を撮ってくれるんですけど、もうデジカメかと思いました。本当にめっちゃ綺麗。画質もいいし、明るさもめっちゃ明るいし、撮った後に色味とかもお願いしたら加工してくれたりして、そうなんだ。本当になんか上手にこう編集とかもしてくれるので、なんか今回いろんなハロープロジェクトのメンバーさんの写真をももちゃんは撮ってるので、ね、ぜひ段原さんも。いやー、うちの川島美穂がこの前北原カメラマンにお世話になってて、めっちゃ可愛かったです。本当になんかその人の良さを引き出すプロなので、なんか私もその技術を身につけられるようになりたいなって思います。わー、ヘアアレンジはこれ自分でやってる？これは中山夏美ちゃんにお願いして。お茶ママ多彩だね。あ、そうなんですよ。本当になんかハロープロジェクトコンサートってこうちょっとしか曲数がないので、なんかいつもしない髪型とかして、こう皆さんに楽しんで、それも楽しんでいただきたいなって思って、いつもやらないちょっとデコ出しとかもして熊さんヘアしたりちょっと変えてみてます。かわいい。ティアラが多分私もライブでつけたのと一緒な気がします。本当ですか？嬉しい。一緒のティアラを持ってます。やったー。かわいいよねこれね。いつかじゃあお揃いでつけて写真撮りたいと思います。撮りたいです。はい。ハロステ。続いてダンバルルルさんの SNS チェック。はい。2月3日のインスタグラムです。ジュシュス FC イベント2026ミラクルジュースボックス結成パーティー来てくださった皆さんありがとうございます。ジュシュス結成13年おめでとうございます。ありがとうございます。はい。そう先日結成13周年迎えまして、2月3日なので節分の日なんですよ。だからマネージャーさんが恵方巻き買ってきてくださって、みんなで南南東を向いて写真を撮りました。みんなで食べましたか？そう。でも私はちょっと家で食べたんですけど、そうなんですね。ここで食べた子たちもいて、なるべく喋らないように頑張ってました。はい。喋っちゃった子はちら聞こえたけど頑張ってはいたみたいです。すごい。なんかそんなところもジュースさんらしくてなんか素敵だなって思います。そうなんですよ。そう結成13周年なんですけど、結成日にねいらっしゃったオリジナルメンバーの皆様は卒業されているので、今はそのオリジナルのメンバーはいないんですけど、でもやっぱりここまでジュースが続いている歴史がねしっかりとあるし、その時代時代で応援してくださっているジュースジュースファミリーがいるので、いろんな時代にありがとうございますとおめでとうございますの気持ちを込めて、なんかこういう日はだいたいなんかありがとうじゃなくておめでとうございますっていうのをなんかジュースに対して言いたいなっていうので、よくそういう表現をしているんですけど、変わらず14年目も頑張っていきたいなと
思います。はい。ジュースジュースさんのこう14年目のこう目標とかってあったりしますか？そうですね、春ツアーをこの2月3日の結成日に発表させてもらったんですけど、ツアーラストでピアアリーナ MM に立たせていただくことを発表しまして、おめでとうございます。ありがとうございます。そう、一旦そのピアアリーナを埋めて成功させるっていうのが一番近くの目標かなと思ってます。あとはでも自分たちが好きな音楽を貫いて、やってそれをこう評価していただけたらとっても嬉しいなと思うので、変わらず大好きな歌とダンスをみんなで楽しんで頑張っていけたらなと思います。ぜひこれからもよろしくお願いします。してるのシーズでしょ、いやそんな嬉しいでしょって。しかし私のハートは魔法よりもすごい熱がしかしうるさいガンヤンガンヤン、全て同じ味なんだってさ。片っ端なもの誘惑、恐れをなしたなら歯磨き軍団、ちょっときめくモーフィン、もっとドキドキなバッティ、おかしいことばっかじゃでも腐らない、これだけ甘けりゃスイートスパルパシュガーエクスパンシー、舐めてかかればきっと後悔、あなたの方が甘く見てね、大丈夫なのスイートスパルパシュガーエクスパンシー、虜になればちょっとばかり痛くな夢見て驚きなもっとすごい未来、甘い考えもなんかつけてらないや、しびれサウスバウサーたとめしがりなジョンストいつかながらホットザ一発ゲアニコちゃんが言いのそんならグッバイ、諦めきじゃのらい、もっと毎日ショータイム、しょっぱい思いだらけ、これ以上呆れさせないでよ、もうスイートスパルパシュガーエクスパンシー、諦めちゃえば変わらない、辛いことより甘い夢見させてよね、スパルパシュガーエクスパンシー、うちらの進化止まらない、よろしくいいのかい、気をつけなもっと熱くなる、思ってるよりずっと私の考え方じゃないよ、スパクパシュガーエクストラスパイシー、舐めてかかればきっと後悔、あなたの方が甘く見てね、大丈夫なの Baby sweet and fine、 シュガーエクストラスパイシー、虜になればちょっとわかる、痛いから夢みたい、驚きなもっとすごい未来、スパキュパシュが足りない、スパキュパシュが負けない、スパキュパ、それではおやすみなさい。いい夢見てね。ジュースジュースの段原ルルとあちゃなまのキルルン久保田七海がお送りしているハノステ、お別れのお時間となりました。はい、あっという間で楽しかったです。はい、私も今回ハロコンで段原さんとシャッフルが一緒なので、そうなんです。今日も一緒で嬉しいなって楽しみにしてたんですけど、楽しかったです。ありがとう。じゃあハロコンでまた漏れを取るっていう約束をしましたので上がっているか今後上がるのかっていう感じでお楽しみにしていただけると嬉しいです。最後にこれから1週間のハロープロジェクトの動きを一緒に見ていきましょう。はい、今ルルータ2っていうソロライブをやらせていただいていまして、はい、今日、大阪でやって明日広島で行います。はいすごい絶対楽しみ。
2月21日にハロープロジェクトコンサートがはい今回の最終日、最終日だ北海道ということで、ねえ、雪が大丈夫だったら確かにいいですね。今年たくさん雪が降ってるから、行きたい北海道。楽しみです。はい。ジュースチュースの20枚目のシングルのリリースイベントを今発売から4ヶ月経ったんですけど、ちょっとありがとうの気持ちをはい込めて、追加で行います。22日日曜日です。行くしかないですね。これはもうぜひ追い漏れをしに来てください。行きましょう皆さん。そして2月25日にお茶の間2025ライブアット武道館おチャンネルの、ブルーレイディスクの発売が決まりました。はい、私たちもまだブルーレイ見れてないので、そうなんだ。なんかどんな感じかなって振り返れてないので、ちょっとドキドキ自分もしてるんですけど、皆さんぜひチェックお願いします。見たい。私生で見れなかったんですよ。そうですよね。そう、ライブがあって、そうめっちゃ見たい。楽しみにしてます。そして今後の予定ですが、ジュースチュースコンサート2025クイーンオブハーツスペシャルフラッシュの映像作品が3月11日にリリースになります。すごい私自身も好きな武道館公演なので、毎回大好きなんですけど、で毎回好きが更新されていくんですけども、今回も大好きだったからぜひご覧ください。そして春ツアーですね。4月17日のゼップ名古屋からスタートします。ツアーファイナルは5月27日ピアアリーナ MM で行いますので、ちょっと1ヶ月ちょっとのギュッとしたツアーにはなるんですけど、じっとしに行く予定なので、ぜひぜひお越しください。お待ちしてます。そしてお茶の間はハロープロジェクト研修生発表会2026 3月春風にゲストとして出演させていただきます。もう本当に久しぶりの研修生発表会ということで、なんかこう久しぶりでワクワクな気持ちでいっぱいなので、皆さん一緒に楽しみましょう。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題をはじめ、レコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。毎週水曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひお願いします。今回のお相手はジュースチュースの段原ルルとお茶の間のキラルン久保田ななみでした。さようなら。